球の皆さんこんにちは。月9と申します。今日は歴代キングジョー最強ランキングトップ5。これまでゼットンやゴモラ、レッドキングなどをやってきましたけど、今回はペダン星人が生み出した超高性能ロボットキングジョーのランキングです。いつも通り個人的な思い入れとか一般的な認知度は関係なく、純粋な強さのみで順位をつけました。合体系は今回も対象外にしています。それでは順位発表です。どうぞ。5位はウルトラセブン第14話15話に登場した初代キングジョー。密かに戦略を立てて暗躍する陰キャムーブを好むことが多いウルトラセブンの敵ですけど、このキングジョーは正面からの怠慢でセブンを上回っていた強敵です。セブンの打撃、エメリウム光線、アイスラッガーなどありとあらゆる攻撃が全くと言ってもいいほど通じないほどカチカチな体に加えて、シンプルなパワーでもセブンを圧倒できる強さがあります。後に他の作品に出てくるキングジョーには機動力、特殊能力面では劣りますが、シンプルなパワーやフィジカル、防御力はこの初代が非常に優秀です。対策を立てることができる2戦目はウルトラマン側が優勢になることが多いんですけど、このキングジョーはセブンと2戦して2戦とも優勢だったほどのかなりの強さを見せていました。人類とセブンが協力して倒して圧倒的なインパクトで今なおファンの脳裏に焼き付いている初代キングジョーが5位にランクイン。4位はウルトラマンルーブの第19話に登場したキングジョールーブ個体。いつも通りのカチカチの体は健在なんですけど、それ以上にこの個体はこの個体特有のバリアを張ることができて、より一層強固な防御力を誇っています。それに加えてウルトラマンルーブにも怠慢でちゃんとしたダメージを与えた作中数少ない敵の一人で、攻撃力、近接戦闘能力も高くて攻守ともに隙がないかなり優秀な個体です。チェレーザによってアイゼンテック内で改造されたことによって得た強力な能力の数々なんですけど、ハッキングとかアイゼンテック自体の破壊とかダーリンを何とかするとか、逆にそれが弱点にもなり得る特殊な性能の個体でした。ルーブともやり合えたインパクトとバリアという固有能力で暴れたキングジョールーブ個体が4位にランクイン。3位は平成ウルトラセブンに登場したキングジョー2。初代キングジョーの残骸を地球人が解析・修理して強化改造をした個体です。以前に破壊された時の傷が残っているので完璧ではないんですけど、その強さは明確に初代よりも上で、初代の持ち味だった防御力、フィジカルの強さがさらに強化されています。それに加えて機動力が圧倒的に向上していて、ウルトラセブンのワイドショットを素早く4つに分裂してかわした後、そのままセブンの背後で再合体して攻撃するという強ムーブをかましました。初代以上にセブンを圧倒して攻撃、防御、スピード、どれをとっても隙がありません。弱点を知らなければ倒すのは難しくて、弱点を知っていてもなおアイスラッガーを刃こぼれさせるなど、セブンを最後まで苦しめたキングジョー2が3位にランクイン。2位はウルトラマン X 第11話に登場したキングジョー X 個体。いつものキングジョー通りの防御力、フィジカル、パワーに加えて、この個体はスピード、回避性能の高さが持ち味です。ウルトラマン X の通常攻撃は硬すぎて一切通用しなくて、ゼットンアーマーの火炎弾やザナディウム光線も瞬時に分裂回避してほとんどダメージを受けることなく X を圧倒しました。分裂したまま超高速で動いて X に集中砲火を浴びせるなど、他の個体にはない動きも見せて X を敗北寸前まで追い込みました。弱点らしい弱点もなくて、サイバーゴモラが火星に入ってからも2対1なのにもかかわらずほぼ互角の戦いを見せるなど圧倒的な戦闘力を誇りました。サイバーゴモラがリアライズするきっかけにもなったキングジョー X 個体が2位にランクイン。1位は大怪獣バトルネオに登場したキングジョーブラック。よくあるパターンの誰かがペダン星人からパクったキングジョーではなくて、 M78 ワールドのペダン星人が直々に量産したキングジョーの完全上位互換の後継機です。黒い体に見合ったステルス性能や常に戦闘データをペダン星に送信して、それを元にアップデートを繰り返すなど
超ハイテクな性能をしています。シンプルな格闘戦でもあの宇宙恐竜ゼットンと真正面から殴り合って互角に戦えるほどの圧倒的な戦闘力があって、それに加えて右手に標準装備されているペダニウムランチャーは波の怪獣ならワンパンできるほどの超破壊力があります。量産機とは思えないほどのとてつもない性能を誇っていて、大軍で地球を攻められていたらとんでもないことになっていたであろうキングジョー・ブラックが堂々の1位。ちなみにこれよりさらに上位の機体であるキングジョー・スカーレットも存在しますが、ちゃんとした戦闘シーンがないので今回はランク外にしました。はい、いかがだったでしょうか。他の怪獣は割と簡単だったんですけど、キングジョーは非常に難しかったです。順番は前後しても全然成立するぐらい実力は拮抗していたと思います。キングジョー・スカーレットめっちゃ好きなんで、ちゃんとした戦闘シーンが見たかったです。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。